NA は54馬力。そしてターボは60馬力と64馬力と、あと80馬力というものがあって、直噴って何なのかっていうと、何が違うのかっていうと、燃料の噴射方法。これが違います。直噴エンジンの DI の方が、こちらのマイルドターボより、出だしはね、良かった印象なんですよね。はい、どうもこんにちは。高齢者のプリウスも怖いけど、若者のプリウスはもっと怖い。よろしくお願いします。ね、いろんな意味で、どこすっとでくかわかんないしね。危ない車もいっぱい出てね、お気をつけください。ということで、本日はですね、M さん何やるか知ってる？全然わかんない。何も言ってないからね、わかんないね。本日は、スズキの名機、K6A エンジン、こちらのお話をしたいと思います。以前は、この動画で、ほら、MH21S と 22S の違いとか、そういう類のことを、1型とか何型とか電気後期とかいろいろ話したんだけども、今回は、この K6A エンジン、スズキのエンジンもそうだし、いろんなね、車に使われてる、この K6A エンジンという、実は K6A エンジンと一概に言っても、いろんな種類があるエンジンとなってますんで、こちらをですね、ぜひ、一本丸々見ていただければ、だいぶ K6A エンジンっていうのが知れるんじゃないかなと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、K6A エンジンのお話をしたいんですけども、まずは最初に冒頭に、すいません。カンペがないとわかりません。これはね、私正直マーブラックも、これ、覚えきれませんでした。なので、視聴者さんにお話ししつつも、同時に僕がアウトプットすることによって自分自身も学習していこうということで、カンペを読まさせていただきますので、よろしくお願いします。まずはですね、このスズキの K6A エンジン。なんですけれども、これ M さん、K6A エンジンって何種類あるか知ってます？ 5種類。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 これですね、まあ NA とターボでそれぞれっていう感じになっちゃうんですけども、これね、NA で6種類。そしてターボで7種類とエンジンがございます。NA は54馬力。そしてターボは60馬力と64馬力と、あと80馬力というものがあって、これ軽自動車で80馬力ってすごいよね。ノーマルで80馬力なんですよ。これ知ってる視聴者さんだったらわかると思うんですけども、ケーターハムの7160というのが、スズキの K6A エンジンを実は乗っけておりまして、こちらがですね、ノーマルで80馬力となってます。知ってた？知らないよね。だろうと思って今日お話しするんですよ。カンペを元にね。視聴者さんに？はい。視聴者さんに？神々じゃねえか。視聴者さんにね。はい。M さんにも聞いていただければね。ちゃんと聞いて頭に叩き込んでくれれば。あ、ごめん。はい。耳栓持ってくるの教えて。意味がわからない。本当に。本当におっぺけぺだな。はい。ということで、参りたいと思います。まずは、K6A って言っても、NA ターボそれぞれあるんですけども、まあ、NA はね、NA ということで、私が乗ってるのは MH22S のワゴン R FTS リミテッドということで、ターボ車となってます。そして、このターボというのを題材にしてね、ちょっとターボの方が複雑化してるんで、ターボのエンジンでのお話をね、したいと思います。この K6A エンジンというのは、ワゴン R で言うと DI ってよく言うじゃないですか。よく聞くでしょ。よく聞くでしょ。よく言ってる。よく言ってるでしょ。そう。これ DI って、デュアルインジェクションなんですよ。ごめん。ダイレクトインジェクション。嘘つきだね。嘘つきだね。そう。ダイレクトインジェクションなんですけども、このダイレクトインジェクションっていうのは、端的に言っちゃうと、直噴エンジンなんですけども、この直噴エンジンと、このリミテッドなんかの非直噴エンジンの2種類があります。そして、直噴って言うんだけど、直噴って何なのかっていうと、何が違うのかっていうと、燃料の噴射方法。これが違います。そしてですね、直噴エンジンっていうのは、燃料がエンジンシリンダー内の燃焼室に直接噴射される。ガソリンがね。混合機が。そして、こっちの
非直噴エンジンは、インジェクターを介してシリンダー内に供給されるという感じになって、この2タイプが分かれると。直噴エンジンと非直噴エンジンのメリット、デメリットはどうなのかっていうのが出てくると思うんで、こちらをね、ちょっとお話したいんですけども、まず、非直噴エンジンの方。まあ、こちらですよね。こちらはまず一つ目は、部品数が少ないんでコストが安い。これはまあ当然だよね。この新たに付け加えるものが少ないんで、ワゴン R の DI なんかだと、非直、ぼーっと突っ立ってないでこっち来いよ。こっち来いよ。私だけ取るんじゃなくて。うん。これ非直噴エンジンの経路 A なんですけど、デュアルインジェクションの DI だと、違う、DI じゃない、ダイレクトイグ、DI のワゴン R だと、ちゃんと振り仮名振っときな。はい。ダイレクトイグニッションの、ダイレクトインジェクション。まあいいや。もう直噴エンジンの経路 A エンジンだと、ここにコンピューターがあったりとか、ちょこちょこね、通常の非直噴の経路 A とは、部品数が違うんですよ。なので、まあ、非直噴エンジンの経路 A は、まず、直噴と比べるとコストが安いという風になっております。そして、2点目なんですけども、2点目は、信頼性と耐久性です。あ、私のことね。うん。これですね。はい。はい、何ですか何ですか流すようにしました、さっき。かわいそうだと思いますけど。拾いません。これは非直噴エンジンっていうのは、やっぱりシンプルなんですよ、構造が。それで、燃料噴射システムの複雑さがないために、やっぱり信頼性と耐久性が優れていると。メンテナンスや修理が比較的容易なので、部品の交換コストも比較的安めにできるとなっております。では、はい。早速なんですけど、はい。エンジンの構造について教えていただいたんですが、はい。実際にはいどのようにはい変化するのか見せてみてください。どういうこと全然振りがわかんない。開けてみせてくれるんだね。エンジンをエンジンが動いてる。だって DI ないじゃん。あっちはお前ほんと、キーだな、お前。ほんとに。これはここの DI1 台もないっつってんじゃねえかよ。何本動画見てんだよ。見てねえけど、お前は。ほんとに。ここには DI がないの。見せてくれないの？見れないの。そっか。見たくても見せたくても見れないの。なんだよ。初代の、この動画で使ってる初代のわらしべ長者のワゴン R が唯一うちの DI だったんですよ。でもあれも旅立たれて行かれちゃったんで、もうないんです、うちには DI が。はい。そっか。なので直噴エンジンはうちでは見れません。いいですかもういいですかね。そして、ちょっと私は疑問だなと思ったんだけど、低速域のパフォーマンスということで、非直噴エンジンは一般的に低回転域でのトルクやパフォーマンスが優れていると。特に低速からの加速や停止時の再始動時に非常に効果的ですって言うんだけど、私はね、直噴エンジンのやつの方が低速トルクは正直あるかなって思います。はい。今ね、後ろをね、超ピンクの車が通ってったよ。何ですか？ピンクの車が通ってる。謙虚な車。ピンク。ピンク。ピンクな車。後で見てどうだ。はい。わかりました。編集してるとき見てみます。はい。低速トルクがあるっていうことなんだけど、私はね、ちょっと正直 DI の方が出だしいいんじゃないかなと思うんですけども、これね、視聴者さん DI に乗られたことがある人、または M ターボと両方乗ったことある人なんか、ちょっとね、コメントいただけると嬉しいなと思います。はい。そして、燃料の品質への対応ということで、非直噴エンジンは燃料の品質に対して非常に寛容です。直噴エンジンでは高品質な燃料が必要な場合がありますが、非直噴エンジンでは燃料の選択範囲が広く、低品質な燃料でも動作することができます。これ何言ってるのかっていうと、要は廃屋じゃなくてレギュラーでも十分走りますよっていうことなんですね。まあ、確かにこの M ターボレギュラー仕様なんで、だから DI だったら廃屋仕様だったっけ？視聴者さんお待ちしております。はい。でもまあこの非直噴エンジンはレギュラーだということになります。まあ現に私も今これレギュラー入れてます。廃屋入れるからって言って燃費が上がるわけじゃございませんからね。オクタン価が違うだけですからね。ご注意ください。ということで、今が非直噴エンジンの主なメリット。続いて、非直噴エンジンのデメリット。これをね、お話ししたいと思います。まず、非直噴エンジンは燃費の低下。はい。これは非直噴エンジンは燃料の噴射がシリンダー内に直接行われてないから、燃料の完全な燃焼が困難となると。そのため、燃費が直噴エンジンに比べると若干低下するという風になっております。まあなんか直噴の方が直接噴霧して霧状になるシャーって出してるから、よく燃えそうな印象あるよね。よく燃えるイコール燃焼がいいから燃費がいいと。パワーも出ると
いう感じに、ね、なりますんで。まあ、こちらの方が燃費が悪いと。確かに、うちの M ターボ、リッター、平均で78ぐらいなんで、非常にね、なんか周りの同じ M ターボの人と比べても、M ターボの車両と比べても、まあ、マフラーとかエアクリとかいろいろ入れてるからっていうのもあるけど、それでもちょっと燃費が悪いなっていうのは感じます。はい。そして、第2点目は、はい。さっき2点目やったよ。はい。さっき2点目やったよ。それはメリットね。今、デメリットの2点目。はい。デメリットの2点目は、環境への影響です。これは、非直噴エンジンでは、燃料の噴射が効率的ではないために、排出ガス中により多くの有害物質が生成される可能性があります。そのため環境への負荷が高くなることがあります。これが結局、軽6エンジンがなくなった主な原因でもあるんです。時代の流れの環境の変化、排ガス規制に対する規制が厳しくなっちゃって、軽6エンジンが対応できないということで変わっちゃったんですね。今の R06 エンジンとか、そこら辺のエンジンになってしまったということで、軽6エンジンがなくなってしまった。はい。ということで、こちらが非直噴エンジンの軽 6A のメリット、デメリットでした。はい。続いて、直噴エンジンのメリット、デメリットをお話ししたいと思います。レッツゴー。まず、1点目。こちらはですね、非直噴と比べて、やはり燃費の向上です。こちらは直噴エンジンは燃料をシリンダー内に直接噴射するため、燃料の効率的な燃焼が可能となると。これによって燃費の向上が期待できる。ただまあ、メンテナンスがね、悪ければ、必然的に燃費は悪化してくると思いますので、コンディション悪くなってくればね、同じように燃費は低下するという感じになってます。はい、続いて2点目。こちらは皆さんも大好きなパワーです。こちらは高出力となってまして、まあ DI なんかもそうなんだけど、64馬力。で、直噴エンジンは燃料噴射の制御が精密であり、燃焼効率が向上するため、同じ排気量の非直噴エンジンよりも高出力を発揮することができるという風になって、まあ確かに DI 早いよね。間違いなしです。はい。用意ドンしても、正直私は低速が直噴エンジンの方が早いような印象があります。はい、続いてメリット第3点目。こちらはですね、環境への影響低減でございます。こちらは直噴エンジンは燃料の噴射がより効率的であって、燃料の完全な燃焼を促進します。そして、その結果、排出ガスの浄化効果が高まって環境への負荷を低減することができると。まあ、こっちのエンジンよりも改良版なので、まあ、環境に配慮したエンジンとなっているという風な感じとなっています。はい。そして、直噴エンジンのオーナーさんはあまり聞きたくないデメリットです。こちらはですね、まず、パワーロスです。一部の直噴エンジンでは低回転域での出力が低下する傾向がありますと。これは燃料噴射の制御や燃焼の特性に関連していますということなんですけども、先ほどから言ってる通り、私は正直、直噴エンジンの DI の方が、こちらのマイルドターボより、出だしはね、良かった印象なんですよね。だから、なんとも言い難いんだけども、まあ人間の感覚だからいい加減っていうのもあるんだけども、正直私は DI の方がいいんだけども、世間一般では DI の方が出だしが良くない。上で、高回転で速くなるっていう印象を持たれているようです。はい。続いて第2点目。こちらは先ほどもね、非直噴エンジンの方でもお話ししたんですけども、それの逆です。第2点目は高コスト。こちらは直噴エンジンは非直噴エンジンに比べて製造コストがやっぱり高くなっちゃうと。そういうことで、特に燃料噴射装置の追加や燃焼制御のための高度なセンサーが必要になるためで、どうしても直噴エンジンはコストが高くなるということになっています。はい。これがざっくりとした直噴エンジンと非直噴エンジンの差となっております。ただ、いずれにしても直噴だろうが非直噴だろうが、やはりエンジンオイルの管理。これをですね、やはりしっかりやらないと、いいエンジンもすぐにダメになってきたりとか、知らず知らずのうちにパワーダウンとか燃費の悪化とかなってしまいますんで、まあ、軽6エンジンに限ったことではないんですけれども、やはりエンジンオイルというのは人間で言えば血液なので、ぜひね、定期的に交換してエンジンオイルをきれいにする。オイルフィラーキャップを外したときに、オイルが焼き付いたなんか塊みたいのがあってたら、それはあなたの問題です。まあ、前のオーナーさんの可能性もありますけどもね。そうならないように定期的なエンジンオイルの管理をしていただければと思います。続いて、
M さん何ぼーっとせよ。ルーさん、元気ないね。なんかあった疲れた今日何もしないんだよね。校長先生の話が長いなと思って。おい、校長先生やめろよ。まだかなって。うん、まだまだ続くよ。もういいよ。今日はロングタイムでね。いつもと変わらないような感じなんですけども、これ、経録エンジン、直噴エンジンと非直噴エンジンがあると言いました。その中でも、そのターボの種類。これ今まで今までの私が出してきた動画の中でお話ししてるのって、DI ターボと M ターボしか話してないんですよ。これ、実は S ターボというのがあるんですよ。知ってます？なんで私今まで S ターボの話をしてこなかったのかというと、残念ながら私が持ってる車両って全部後期型なんですよ。それなもんで、S ターボというのは存在してないんです。そして、ワゴン R でちょっとお話しさせていただくんですけども、DI、S ターボ、M ターボがあるんですけども、これ、パワーはどうなのかなんですけども、まず、DI は皆さんご存知の通り64馬力。そして、M ターボは60馬力。じゃあ、S ターボはというと、これも知ってる人は知ってる64馬力となってます。はい。知ってました？ターボって3種類あったんですよ。リアクション薄いね、お前な。もっと元気出して、元気。はい。ということで、これ私も、まだワゴン R って1年半ぐらいしか乗ってないんで、勉強が浅かったんですよ。鈴木車乗るって今までなかったんで、全然勉強が浅はかで、分かってなかったんですよ。で、こうやって動画で配信することによって、私もインプットしてアウトプットしたことによって学習をしているっていう感じだったんですけども、S ターボというのは正直半年ぐらい前に知りました。はい。S ターボが64馬力、DI も64馬力、M ターボは60馬力とあるんですけども、これ、後期では S ターボというのは存在しないんですよ。なんでかわかる？キョロキョロよそ見ばっかりしてっから、人の話聞いてないからわかんないんだよ。質問のしどころもわかんないんだよ。いいだということで、なんでだかわかります？ S ターボは後期型には存在しない理由ってわかります？これね、先ほどのご説明でも話した通り、環境が原因なんです。規制が厳しくなっちゃったんで、排ガスとかそういうの方向性で生産ができなくなってたと。それに変わったのが直噴エンジンという感じになったんですね。じゃあ、このワゴン R で言えば、その MS、DI と、どの時期でどうやって売られてたのかっていうと、まず、MH21 の初期、いわゆる1型とかだよね。これが発売された時っていうのは、NA はしっかりなんですけども、ターボの種類は2種類でした。2種類で M ターボと S ターボと2種類ありました。それで60馬力と64馬力と分かれてて、パワーの出力の差を選べると。M ターボは下からギュッとくるような感じで、M ターボは高回転までフィーディングよく回るというのの違いがありました。これが2004年6月からが M ターボと S ターボとなってます。それから6ヶ月後の2004年12月。こちらはすでに M ターボ、S ターボ、DI と3種類発売されてたんですね。だからここら辺はもう低力エンジンのごっちゃごちゃになっている時期で、非常にね、種類が豊富にあって、正直 S ターボと DI とどっち選ぼうかなっていうのは、新車で購入されてた方は結構迷ったんじゃないかなと思います。ただね、おそらく私は DI とその S ターボは値段も多分違ったと思います。やはり直噴エンジンっていうので、時代の最先端みたいな感じので、取り沙汰されてたと思うんで、開発費なんかもかかってるんで、直噴エンジンはちょっと割高だったと思います。そして、その9ヶ月後なんですけども、9ヶ月後には、ここで M ターボと DI だけと。もう2種類になっちゃったんですね。ここからは、もう2種類しかないんで、S ターボの存在がなくなっちゃったんで、当然私が所有してるワゴン R たちはもう後期型なんで、もうこの辺りから S ターボなくなっちゃってるんで、それは S ターボの存在知らないですよね。それが、マーブラックが S ターボの存在を知らなかった主な理由ですね。はい。なので当然その後の2006年9月もそうだし、それ以降の2007年5月に関しても、もう M ターボと DI しかないので、もう最終型のあたりのワゴン R たちなんで、当然 S ターボの存在がなかったと。ただ、欲を言えば、私は、もしね、これからワゴン R を買うとか、であるならば、前期型の S ターボを購入して、そして側だけ後期にしちゃう。っていう風な方が、私は
部品数も少なくて、高機チックになって、挙句の果てにはパワーも64馬力あるというのがあるんで、私がもしこれからワゴン R 買うっていうんであるならば、その仕様を狙いますね。はい。M さんどう思う？私はね、はい、ずっとこうやって立ってるんだけど、はい、気になることが一つあって、はい、今日ね、はい、その道路をね、はい、その道路を通過したピンクの得体が、いくつあったかなっていうのを後で見ててほしいな。よく視聴者さんに言われるの。もう私がメインの話をしてんのにもかかわらず、突拍子もないことを言ってる M。あいつは何だと。私、分かったの。今日ね、久々に思ったんだ。久々に思ったんだけど、私、社会の授業が大嫌いなのよ。でね、毎回歴史の話をするじゃない。歴代がどうのだとか、何年にあって何ヶ月後にとか、全く興味なくて。で、ね、今日、思ったのはね、私、学校では秒で寝れたけど、この立ったまま寝れるスキルが、まだ、身についてなかったんだな。誰よりも何よりも、アンチのコメントだよ。いや、だから、後ろを走る車とか見て、あ、ピンクだ、ピンクだって。だからそれは、興味がないと云々よりも、聞く気がないんだよ。違うの。視聴者さんに謝りなさい、本当に。私の子守歌だから。ということで、そんな感じで、今回はこのワゴン R を題材にして、K6A のお話をしたんですけども、これはワゴン R もしっかり、ソリオとか、セルボ SR とか、アルトとか、アルトラパンとかもね、そこら辺なんかもありますんで、ぜひね、K6A エンジン、まだまだ新品の部品も出てきます。これワゴン R なんかだったら、私がね、K6A エンジンを購入するんであるならば、ターボだし、で、ターボと言っても、DI がない64馬力の S ターボ。これを求めて、本当にね、こだわって車両を探すんであるならば、それを求めて購入したいなっていうのが本音かな。DI も決して悪いものではないんだけども、私はやはりそのトラブルが多いっていうのがちょっと懸念されちゃうんで、もしその電気型の64馬力のエンジンがあるんであるならば、私はその64馬力が欲しいなと思います。この、やっぱ M ターボだとちょっとね、4馬力の差なんだけど、やっぱ、速い方がいいじゃん？少しは。はい？足せばいいじゃん。4馬力足せばいいじゃん。これね、そう、その質問いいね。これ4馬力足しゃいいじゃんって言うんだけど、実は、その64馬力の S ターボとかって、タービーとかそこら辺だけ違うじゃねえかって思いがちなんだけど、これ中のヘッドガスケット、圧縮比とかが違うから、エンジンのピストンの圧縮比が違うんで、これちょこっと周り変えりゃそれで同じじゃねえかよにはならないんですよ。はい。そうなんです。残念。全然残念に思ってないよね。はい。ということでね、これぜひ、これからワゴン R 購入する方。ワゴン R が中心の動画だから、ワゴン R 乗られてる方が大変なんだけども、もしそのスズキの K6A エンジン、これはね、私本当大好きなエンジンですね。なので、もし K6A エンジン搭載車に購入される方は、そんだけちょっと種類がありますので、よくね、吟味していただいて、ご自身が何の K6A を求めているのか、なんかを含めて購入した方がいいのかなと思います。私は結局、燃費だけを求めて購入するんだったら、ターボ車じゃない方が絶対いいです。もうターボ車は、本当に、やっぱ燃費は悪いです。パワー求めるんだったら燃費は捨てて、そしてパワーを求めた方がいいです。直噴か S ターボかは、それは人それぞれなんで、マーブラは S ターボあるんであれば求めるけど、ただやっぱ古いからもう弾数も少ないと思うんでね、なかなかないと思うんですけども、ただ、もしあるんであるならば、私だったら前期型の S ターボを買います。別に強制とかじゃないんで、皆さんご自由なの買っていただければと思います。はい。M さんなんかある？なんかほら、見ただけで早いなって思う感じにしたかったら、方法があるんだよ。見ただけで早いな。はい。なんですか？やべえ、この車早いんじゃないとか。なんですか？後ろにさ、よく V6 とかあるじゃん。見てくれだけの。一番ダメなタイプだよ、それ。どうして？上っ面だけなんでしょ。バイクで言ったら、スズキなのにヤマハみたいな。狼の皮をかぶった羊で。ダメ？
うん、私はそういうの嫌いだな。嫌いなの？だからさ、これも脱線した話になっちゃうけど、おなじみの脱線した話になっちゃうけど、昔ね、エスティマかアルファードかって買う時期あったんですよ。その時に、頑張ってアルファードで 2.4 とかの低グレードの車を買って、俺アルファードだぜって乗るよりも、ワンランク落として、フルオプションのエスティマ乗ってる方が、私は価値が高いと思ってるんですよ。まあ、それ人それぞれなんだけどね。私はそこまで見え切って、少しでもでかい車乗りたいっていう気持ちは全くないので、はい。ぜひね、どうせアルファードベルファイア乗るんであれば、3.5 リッター買いましょう。ね。はい。エグゼクティブラウンジ買いましょう。はい。ということで、どうでもいい話なんだけど、車のランクは下でも、グレードは高いの買いましょうっていうことですね。はい。まあ、視聴者さんからすると知ったことねえよって話なんだけども、私はそんな考えを持っております。まあ、少しでも、マーブラックのね、気持ちに共感していただければ、グッドボタンを押していただければね、思います。はい。どうせだったらエンジンルーム見る？もういっぱい見た。いっぱい撮ったし、いっぱい見たし。いや、実はね、この間ね、マーブラのエンジンルームちょっと変わってんじゃねえかっていうので、ホース関係が青くなったとか、そこら辺のでね、ちょっとご指摘というか、ご意見いただいて。探しされた？視聴者さん、やっぱよく見てて、何気なしに映ったエンジンルームで、ね、腕伸ばさない。腕伸ばさない、こんな。やる気がないな。何気なしに映ったエンジンルームでも、視聴者さんはよく見てて、ホース変わったねとか、タワーバー入れたねとか、そこら辺をね、よく見てらっしゃるんですよ。分かったよ。仕方ないな。え？そんなに振ってこなくていいのに。何がですか？サプライズが欲しいでしょ？サプライズ？うん。どういう意味？これブルーだからさ、全部赤に変えてほしいって振りでしょ？誰が誰に？あなたが私に？いや、あなたが変えられる技術も何もないじゃん。ぶち抜いて、くっつけりゃいいんじゃん。ぶち抜いてやめる車が壊れるわ。壊れない。やめてくれ。じゃあ、マッキーで塗るよ、赤に。絶対嫌だよね。今度ね、このヘッドカバーも色塗りたいと思いますんで。赤じゃないと嫌だ。絶対嫌だ。絶対嫌だ。投票する？何をですか？赤か黒か。赤か青？いや、赤か青だったら青だろ。赤か黒かだよ。え？赤か黒かだよ。赤か黒？赤か黒かだったら黒だろ。赤でしょ。でも、ゆういちくんあたりは赤って言ってくるかもしれない。赤だよ。ほら、この動画でさ、ミーティングで紹介したゆういちくんあたりなんかは赤好きだから、赤をやってくるかもしれない。でも、クラウンくんなんかは紫とか言う。赤とかさ、紫のホースってなかなか売ってないんだよ。やっぱ一番売ってるのは黒か青なんだよ。やっぱほら、黒は正義だからね。はい。絶対これほら、バッテリーのとこ赤なのにさ、これブルーがほら、でこ黄色じゃん。これは分かるように、分かりやすくするためじゃん。はい、ということで、今回のこの K6A エンジンの動画ということで、ちょっとなんか鈴木のその K6A の M ターボ、S ターボ、DI とかって、なんかちょっとごちょごちょごちょってしてる感じがあったんで、私がね、もう現に、わからなかったんで、ちょっと整理しようと思って、これ私がわかんないってことは多分皆さんはわかってると思うんだけど、もしわかんない人がいたら参考になればなと思って今回の動画を配信しました。最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画が通知で配信されますので、ぜひ通知をですね、オンにしていただきますと、マーブラックも非常に嬉しい限りでございます。ぜひ、よろしくお願いします。続いて、朗報です。前回のカーミーティング、反響がですね、非常に好評でして、TikTok とか、TikTok の方にも、オープニングを作った映像とか、ミーティングやりましたの動画とかを配信したんですけども、なかなかですね、俺も私も行きたかったっていう方がいらっしゃいましたんで、次回は秋頃と言ってたんですけども、この度、マーブラック、夏に開催することに決定しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。M さん、顔が釣れない。顔が釣れない。暑いよ。真夏だからね、暑いので、私、自前でタープ設営します。何人入れるかわかんないけども、タープ設営しますので、そして、日にち、もう決定しております。8月13日日曜日、こちらにですね、ミーティングを開催したいと思います。はい。場所は、今候補に上がっているのが、前回同様の富士スピードウェイ。または、栃木県にあるツインリンクモテギのいずれかの駐車場で行おうかなと思っております。
まあ、マブラックのカーミーティングは、非常にフランクな、ざっくばらんな感じなんで、今度の夏のやつが初めてのミーティングなんだけど、一人で行ってもなーとか、行きづらいなーとかっていう感じがあるかもしれないんですけども、こちらは第1回に参加されている視聴者さんの人たちにお願いがあります。第2回も参加される視聴者さんたちは、やはり第1回目の時である程度顔見知りにはなってますんで、もし知らない方がいらっしゃったらね、ぜひ、おいでおいでと言ってっていただいて、まあ、みんなでね、盛り上がっていければいいかなと思います。また、初めての参加だけども、いや、俺は俺なんで自由にさせてくれっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、それはそれで、大丈夫ですって言っていただいても全然大丈夫ですので、第1回目に参加された方は、初めての顔の方がいらっしゃったら、みんなの輪に入れてあげるように、ご協力の方、よろしくお願いします。なので、第2回は、もしかしたらちょっと人数増えるかもしれませんので、2台ぐらいになっちゃったらどうしようかね。ね。モニター見すぎ、こんなだよ。近すぎる。ね。第2回目、2台ぐらいになっちゃったらどうしよう。頑張って。頑張ります。お前も来るんだよ。ということで、まあ、カーミーティングも行います。まあ、ブラックグッズも販売しておりますので、ぜひ、お買い上げいただければなと思います。グッズ販売してくれるの？まあ、ブラックグッズも、ちょこちょこ販売も拡張しだしていきますんで、これからね、アパレル関係なんかも出していきたいなとは思ってます。はい。それより違うやつがいいな。はい？違うのがいいな。違うのがいい。お前が言うの大体6なのね。6なんじゃないよ。はい？ほら、絵心すごいじゃん。絵心やめろ。絵心が。どの絵心最高だと思うんだよね。あれグッズ化しないんだ。よくわからんけど。フリマもね、やろうかなとも思ってます。なんか、ただ集まってくっちゃべるだけもつまんないんで、あとは、ちょっとまだやるかわかんないですけども、マーブラッククイズもやろうと思います。はい。だったらなんかくれんの？なんかね、考えたいね。何くれるの？なんか考えます。はい。まだ、ちょっとね、時間があるから何かはまだわかんないですけど、考えてますので、ぜひ、よろしくお願いします。協賛いただける方も募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい。そんなとこかな。あとはないかな。あとは、カスタム、整備、洗車等の作業の依頼もお受けしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。詳しくは概要欄の方からよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。